皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はアイヌについて少し取り上げようと思います。アイヌの話題といえば、つい先日、北海道でウポポイという施設が開業しました。この施設においては、アイヌにまつわるものを展示したり、アイヌの人々が住んでいたとされる集落などをある程度再現したものが並んでいます。また、その施設においては、アイヌの人たちの遺骨などについても収容を行っています。今回なぜそのことについて取り上げるかといえば、先日行った生放送においてこのアイヌ問題というものを少し取り上げました。特にこれといって深く踏み込んだ内容ではなかったとは思うのですが、しかしその生放送の保存動画は不適切指定を受け広告が停止されました。ですからこの問題というのはもしかしたら YouTube にとっては取り扱ってほしくない話題なのかなというのを少し検証する必要があると私は思いました。というわけで今回はアイヌ文化を伝える国立の文化施設ウポポイ開業について取り上げていこうと思います。ちなみにこのウポポイ開業でアイヌに対する注目度が上がったのか、インターネット上においてはこのアイヌ民族もしくはアイヌ文化を現代で伝えているとする人々の活動というものが本当にアイヌ文化に基づいた活動なのか疑問の声が上がっています。ですから今回はウポポイ開業のニュースの後にはアイヌ文化にまつわる活動本当かなと疑惑が持たれている活動、その映像などについても少しご紹介します。それでは関連ニュースをどうぞ。アイヌがテーマの初国立文化施設ウポポイ開業。アイヌ民族の文化の発信と継承、国民理解促進の拠点として北海道白老町のポロト湖畔に整備されたアイヌ文化施設民族共生象徴空間ウポポイが12日開業した。先住民族アイヌをテーマとした初めての国立施設。政府は観光や地域振興の牽引役としても期待しており、年間来場者100万人を目指すとしている。オープニングセレモニーで利根俊也内閣官房アイヌ総合政策室長は、アイヌの誇りが尊重される社会の実現に向けた施策の扇の要、愛される施設になることを記念していると挨拶。PR アンバサダーで俳優の宇梶さんも登壇し、アイヌの豊かな歴史と受難の歴史をここで知ってもらうことで、優しさや認め合う心が広まってくれたらと期待を込めた。ウポポイ内の国立アイヌ民族博物館を訪れた北海道のアメリカ人で外国語指導助手のギャレットさんは、着物のデザインが豪華で印象に残った。アイヌの歴史や文化の勉強になり素晴らしいと話した。当初は4月24日に開業予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で2度にわたって延期されていた。開業後は感染防止のため入場を事前予約制とし、平日は1日2000人、土日祝日は1日2500人程度に制限する。主な施設は同博物館と国立民族共生公園、慰霊施設の3つ。博物館は民族衣装や工芸品など約1万点を収蔵し、うち約700点を展示している。延べ床面積約8600平方メートルで、1階の大部分は研究室、2階の基本展示はアイヌが構成や解説に関わり、アイヌ語の資料や儀礼で使う細具、1700年代の板閉じ船を紹介している。公演は伝統舞踊やむっくり、抗菌演奏を披露する体験交流ホールや、伝統的な家屋が並ぶコタン、集落からなる。国立の施設ウポポイが開業したことでアイヌに対する注目が高まりました。しかし、このアイヌが注目されることによって本当にこの人たちはアイヌと関わりがあるのか、そういったことについて疑念が持たれるようになっています。疑惑が深まったその分かりやすい一例としてこちらの映像をご覧ください。ご覧いただいた映像はアイヌ民族が祈りの儀式を捧げたとそのような紹介がされた映像なのですが、これがあまりにもアイヌ民族の儀式やもしくは踊りといったものと文化がかけ離れているのではないかといった指摘がされています。本来のアイヌ民族の文化と全く異なるのではないかとそう指摘されている根拠は1919年当時の
アイヌの人たちの映像が残っているからです。撮影当時はモノクロだったものにカラー着色をして映像化したものがありますので、こちらをご覧ください。当時のアイヌの人たちを映したこちらの映像で、みんなが踊るという場面があるのですが、その踊り方に注目してください。当時の映像というものには音声が一緒についてくるわけではないので、ここで踊っている人たちがどのような声を出しているかはわかりません。しかし輪になって踊り、そしてみんなが顔を見合っているということを注目していただければ、全員がそれぞれ別々に踊るといった姿とはかなり異なることがわかります。このことから現代に行われているアイヌ民族の踊りですよとして紹介されたものが、果たして本当にアイヌ民族の踊りだったのかという指摘がされているのです。ただしこの話には続きがあって、ウポポイ開業記念で行われた踊りがどのようなものであったか映像も見ておきましょう。映像としてはほんの数秒ですが、1919年の踊りというものに準拠しているものだと思われます。施設の開業のニュースのその直後には、病気を退散させるような祈りや歌といったものの映像をご覧いただきました。この映像を見た人々が、これはアイヌの文化とは全く関係がないという指摘をしています。それは1919年に行われた映像記録のその映像とかなり矛盾した内容だというところもありますし、またアイヌの文化を知る元々のアイヌ系の人々からこのような話はちょっと聞いたことがないといった証言などが出ているからです。そして今回紹介したこの映像の中で歌が歌われているのですが、この歌というものが韓国の歌と非常によく似ていて、作曲した人々が一体どのような人々であるかというところにも疑問が持たれています。そして踊っている姿からも現代と昔との間にはかなり根本的な思想の違いが感じ取れます。昔の姿を見てもらいましたが、その中においてはエンジンを組むような形で皆が踊っていました。このことからわかるのは、この踊りというものは誰かに見せるものではなく、参加する人々が心を一つにしてお祈りをする、そういった思想があることがわかります。一方、現代における踊りというものは明らかに誰かに見せる、誰かに聞いてもらうといったことを想定したような形で、歌も踊りも行われていました。決して祈りをする人々が心を一つにといった形ではなく、それぞれが思い思いでしようという個人主義がかなり色濃く反映されています。このことから現代アイヌ文化に基づいた歌や踊りですよとして紹介されたものが、およそ昔のものとは全く異なるものであることが映像からわかります。このようなアイヌ文化に基づいたものですよという紹介をされるものについて、本当にアイヌ文化に基づいているのか疑惑が持たれていることがあります。それは今回のウポポイの施設についても全く同じで、展示物の内容については、それはアイヌ文化をイメージしたものを後世で作成したものが展示されているだけではないかといった指摘がされています。それは館内における展示物もそうですし、集落の建物についても全く同じで、これが当時のものを再現したものであるかかなり疑問が持たれています。つまりアイヌ文化を伝えるためではなく、アイヌという一つの商品化したイメージについてこれを売り出そうという動き、いわばファンタジー創作ではないかというのです。問題はそうした創作だけにとどまるわけではありません。今回のウポポイの施設について言えば、その予算がどれだけ投入されたかといえば、200億円に迫るそれだけの巨額のお金が費やされたと言われています。そして作った施設について必ず発生するものが維持管理費です。200億円かけて建てられたこの施設、維持管理は当然のように何億円と毎年のようにかかっていくでしょう。そしてこの巨額を費やしたプロジェクトにおいて一つ目標があります。それは来場者の目標数というものが100万人に設定されています。北海道において非常に人気の施設といえば札幌の円山動物園などがあります。これは動物の生態展示といったものが非常に受けて日本全国から観光客が集まる施設です。その札幌円山動物園において100万人レベルです。ですからこのウポポイの施設が札幌円山動物園と全く同じレベルの観光施設になるというのが一つの目標なのです。これははっきり言って不可能だと言えるものです。
このウポポイの施設においては展示物がありますが、その他に何かリピート客が来るようなそうした施設は一切ありません。ですから巨額のお金を費やして作った建物については、その税金がほとんど無駄になる可能性があります。さらに言えば、こうして一度生まれた利権というものは、獲得した人々にとっては絶対に自分から手放すようなことはありません。ですから、この権利獲得をした人々は、今後も自分たちの団体を維持するための税金投入を望むでしょうし、活動するための税金投入なども望むでしょう。そして自分たちの活動を広報するための税金なども求めるでしょう。それは税金としてはアイヌ関連というそのような枠組みであれば、従来の枠組みの外で予算が獲得できるという考えが今回の件で明らかになったからです。そうやって利権というものが確定すると、次に始まるのはその利権をいかにして維持し拡大していくかです。そしてそのような利権を拡大することを防ごうと思って減額の方向で政治的な動きがあれば、今度はそれは差別的な行動として非難の対象になるかもしれません。そうした意味でこの問題の出発点を作ってしまった現在の安倍政権というのは、後々まで税金の無駄遣いを許してしまう政策を実行してしまったというまさに失策をしたわけです。アイヌの人たちに対する差別があるというのであれば、そのことは学校教育の場などで教えればいいことであって、決してアイヌの人たちを自称するような人々にお金を渡せばいいわけではありません。なお、今回の動画においては、アイヌの人々が先住民族であるかどうかといった点については一切言及していません。おそらくその点について言及すると、それ自体が YouTube の規約に触れて動画を停止されるのではないかというのが私の予想です。ですからアイヌ民族と呼ばれるような人々が果たして先住民族なのかどうかといったところについては、皆さん各自で検索してみてください。検索してみればそのほとんどが否定するような内容であることをお気づきになるでしょう。それでは動画を最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。